こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画はですね、MN モデルさんの取扱い予定についてということで、今までにちょっとないパターンの動画なんですけど、お知らせをですね、させていただきます。あくまで、予定ですよ。なので、具体的にいつから何がどうなるみたいなお話は、引き続き確定次第、順次お知らせさせていただきますという感じに、なるんですけど、こちらですね。このランクル79っていう、車になるんですけども、これの、ラジコンなんですけど、うちって WPL じゃないですか。で、WPL ジャパンという形で、WPL の、主にスモールスケールな、クローラー系のラジコンを取り扱わせてもらって、いろいろと紹介させていただいてきたんですが、先日ですね、MN モデルさんっていうところから、お声掛けをいただきまして、うちのラジコンも、どうだいとそういうお声掛けをいただいたんですよ。で、MN モデルさんといえば、WPL をご存知の方であれば、知ってる方も多いと思うんですけど、WPL と、同じようなスケールだったり、サイズ感ですよね。あとは同じような価格帯といいますか、そういうラジコンを作られている、メーカーさんですね。でそちらから、いよいよっていうのも変なんですけど、うちのもどうっていうふうに、お声掛けいただいたんですね。で、同時に新しいの出るから、まずは、これからどうっていうふうに、お話をいただいたのが、こちらですね。このランクルの、79です。で、当然その取り扱いをさせていただくかどうかっていうところで、実際これがそのサンプルなんですけど、サンプルを送っていただいて、あちこちですね、確認させていただいたと。当然そうですよね。確認させていただいて、で、その、後である程度ご紹介させていただきますけど、構造的にもですね、かなり素敵なものに、なってましたし、あとはトヨタさんにライセンスもしているし、こりゃいいなと。それはなりますよね。そういう風になりまして、で、さらにですね、そもそもなんですけど、うちとしては、うち、レイウッドっていう会社としてはですね、もともとラジコンの楽しさをみんなに広めたいっていう思いもあって、で、その中でとてもいい製品だなっていうので、WPL 製品の取り扱いとか、あとはYouTube でいろいろと、紹介をしたりとか、いろんな、イベントなんかにもですね、お邪魔させていただいたりとかしてきたので、もし、うちが MN モデルさんの、こういったラジコンの商品ですね、これの取り扱いをしたならですね、もっと幅広く、そのラジコンの楽しさっていう、普及活動みたいな、そういうことがですね、できるんじゃないかっていうのもありまして、まずうちとしては、ぜひ、MN モデルさんの商品もやりたいなというふうになったんですね。ただ、当然、本家 WPL さん、今までうちがずっとお付き合いのある、本家 WPL さんへの手前っていうのもあるので、当然まずは WPL さんに聞かないとっていうので、うちの思いもですね、伝えつつ、そのラジコン普及活動的な、その部分に関する思いも、伝えつつですね、聞いてみたところですね、いいよと、意外にもっていうのも変かもしれないですが、快くですね、OK をいただけまして、じゃあやろうということに、なりました。で、もちろんですね、うちがやるからには、技的の取得だったり、あとは付属する走行用バッテリーの PSE マークみたいな、そういうところの取得だったりっていうのは、していきますし、あとはできればっていう感じではありますが、付属シールなんかもですね、WPL ジャパンと同じような感じで、日本国内版はオリジナルデザインにしたりとか、そういうこともしていけたらなというふうに考えております。はい。ということで、お知らせとしては、今のところですね、以上になりますが、せっかくこのサンプルですね、がありますので、僕個人的にはこれが今回の動画のメインって感じなんですけど、これをちょっとお見せしたかったっていうのがあったんで、ここからですね、このサンプルせっかくありますので、こんな感じの車ですよっていうのをご紹介させていただければと思います。まずスケールか。スケールがですね、12分の1になっているそうです。ちょっとすいません。正直まだしっかり計測して本当にぴったり12分の1かなみたいな、
なんかそういうところは確認できてないんですけれども、まあ、パッと見、それぐらいかなっていう感じです。一応、うちのWPL ジャパンの方の車で言うと C34 とか C44 が12分の1ですよね。ちょっとここに C44、同じ12分の1の C44 があるんですけど、これランクル、これ C44。ただこれちょっと車高が上がってて、なんていうのかな、実車で言うとかなり大きいタイヤがついてる状態になっちゃってるんで、ちょっとこっちの方が大きく感じるかもしれないんですけど、一応こんな感じです。こんな感じで、まあ同じぐらいのサイズ感かな、みたいな。まあそもそも車種が違うんでっていうのはありますけど、こっちも思いっきり旧車じゃないですか。で、こっちが、まあ、結構現代車になるんで、ちょっとそこのサイズ感の違いっていうのはあるかなとは思うんですけど、こんな感じ。ちょっとすいません、今、撮影しながら気づいちゃった。この肝心なトヨタさんのライセンス済みのこの輝かしいエンブレム付け忘れてました。これ、さっき撮影の準備して、こっちは付けたんですけど、こっち付け忘れてるんで、今気づきました。はい。で、あと気になる足回りどんな感じっていうのが、これが良かったんですよ、結構。フロントがコイルで、リアがリーフ。プラス、まあ、これちょっと可愛いとこなんですけど、本当はまあショックだけが好ましいなっていう風に思う人が多いと思うんですが、リーフスプリングにコイルスプリング。でも、こうなんか斜めについてて、これかっこいいですよね。足回り的にはこんな感じ。で、まあ、ちょっとやや大きいかなと思うんですけど、まあ、リーフ、こんな感じですね。こんな感じ。ただまあ、ラジコン的にはこれぐらい大きい方が、応力、反発する力の、こう、なんていうのか、キャパシティというか、容量というか、が、あると思うので、まあ、これはこれで結構、ラジコン的には、この選択もありかなというふうには感じてます。このちょっと大きめのリーフスプリングですね。あとは、まあ、ギミック的なところですけど、こう開きますっていう。これもナイスポイントですね。で、結構スケール感出てていいなと思うのが、タイヤがですね、ちょっとちっちゃい、まあ、より実車チックっていうか実車に近い感じで、これはこれでノーマル状態としてはいいんじゃないかなと。で、もちろん、タイヤを大きくしたいなとかいう場合には、タイヤを大きくするっていうのも、できるかなと思いますし、ちなみにこのハブですね、六角ハブ、タイヤの真ん中についてる、タイヤの、真ん中についてるというか、タイヤを固定する、軸。これ、ここの六角形が5ミリなんで、WPL と共通です。なので、ちょっとポン付けできない場合もある可能性はあるんですけど、一応ですね、この WPL のいつものタイヤ、この辺りがですね、こう、普通に装着自体はできます。ただ、もちろん大きくすると干渉しちゃうよねとかっていういつもの問題は出てくるんですけど、まあ、とりあえずつくにはつくと。でこの辺のカスタムの楽しみも、まあ、MN モデルさんは正直カスタムパーツはそんなに出てないんですけど、WPL の方のパーツが結構流用できたりっていうのもあるので、まあそういう意味でもですね、結構その楽しみの幅めっちゃ広がるじゃんみたいなのがちょっとうちとしては、楽しみの一つでもあるっていう感じですね。あとこれ見て実車知ってる方で、あれシングルキャブなのって思う方、僕も最初思ったんですけど、多いかなと思うんですけど、あと左ハンドル。これですね、僕も、そうだったんだって、ちょっと、これを見て、ちょっと調べて分かったんですけど、なんか、このシングルキャブの79って、あれですよね、輸出専用というか、そもそも海外で作ってるんですかね。ちょっとその辺詳しくわかんないですけど、とにかく、普通は海外でしか販売されていなくて、海外でしか購入できないっていうモデルっぽいです。で、日本国内で目にする79って、ダブルキャブの、シートがここだけじゃなくて、ここまでキャビンがあって、ドアがここにもあって、ここにもあるみたいな、2列シートの、ダブルキャブって言われてるような、トラックのタイプしかないと思うんですけど、
今回、MN モデルさんが出すこのモデルは、シングルキャブの79になっているようです。で、海外仕様なんで、当然左ハンドルという感じですね。はい、あと、ギミック的なの、むしろこっちの方がメインか。なんか、先にこっちから紹介しちゃったんですけど、ボンネットを開けて、で、ここからバッテリーを入れるっていうタイプになってます。これいいですよね。僕、このボンネット開くパターン大好きです。はい。あと、標準で、ライトつきますよとか、その辺はもう当然のように、搭載されてますし、あとこれ。僕これすごい気に入ったんですけど、ミラーがですね、ちゃんと倒れるんですよ。こうやって。だから、走行してて、ぶつかったり、あと倒れたりした時に、結構取れちゃうことが多い、このミラーのパーツなんですけど、このモデルに関しては、実写みたいにちゃんと倒れるようになってるので、これもなかなかいいポイントですね。で、ここも結構ちゃんと鏡のようにちゃんと反射するようなパーツを自分で貼り付けるんですけど、付属してて、それを貼り付けるっていうような感じになってます。はい。というわけで、今回の動画ですね、この MN モデルさんの、ランクル79、製品の型名としては、MN82 っていうものになるんですけど、これをですね、うちぜひやりたいなということで、目標としては、あくまで予定ですけど、4月から5月ぐらいですかね、に、販売開始みたいなのができればいいなという目標で、今、いろいろ準備を進めてます。で、押せよって思われるかもしれないんですけど、やっぱりちゃんと日本国内でちゃんと使えるように技的取ったり、あとは PSE っていうのがあるんですけど、バッテリーの安全基準みたいなやつなんですけど、それもちゃんと取得して、いろいろもろもろですね、対応を進めて準備をしてちゃんと販売するっていう風にしないといけないので、ちょっとそこのところはですね、ご理解いただければと思います。というわけで、今回の動画ですね、これやる予定ですと、で動いてますという動画でした。で引き続き何か、決定したらですね、その都度お知らせもさせていただければという風に思ってますので、とにかく楽しみですね。うちが WPL さんだけじゃなくて、MN モデルさんも取り扱うという風になれば、結構近しい構造のラジコンなので、互いにですね、パーツを流用してみたいな、楽しみもかなり生まれてくると思いますし、あと、そもそも車種も増えるっていうところが、非常にいいところかなという風にも、感じてます。はい。では、今回の動画ですね、以上お知らせという形で、動画にさせていただきました。ご視聴いただいてありがとうございました。